こんにちは。今回、司会を務める八木と申します。現在、ストップフロン全国連絡会の代表を務めております。前代表であった西園さんは化学の専門家で、政府の諮問会議にも出席する人です。トップバッターの講座を前回してもらいました。そしてこの後、締めの第3回の講座を担当してもらう予定です。その間のこの第2回の講座は、使い終わったフロンガスを回収することに関して、扱います。この会は一般消費者の立場を代表して、化学の専門外、実は哲学の研究をしているこの八木が司会を務めさせてもらいます。この3回シリーズの講座の目的は、皆さんがあまり知らずにいる温暖化問題をお知らせすることです。フロンといえば、1990年代、前後では、太陽から来る紫外線を防いでくれているオゾン層の破壊というショッキングな問題として取り上げられていたことは、皆さんもよく知っているかと思います。その問題は地球規模の問題として国際会議を通じて解決が図られました。産業界も動いて、暖房にも使われているクーラーや洗濯後に使う衣類乾燥機に入ったガスがオゾン層を破壊しないものにその後変えられました。ところが、よかった、これで問題なくなったと私たちは安心してしまったのですが、新しいフロンガスはオゾン層ではなく、その下の対流圏、私たちのいるところの大気を炭酸ガスの1000倍以上の力で温暖化するガスだったのです。産業界は他に代わりになるガスがないからと、クーラーや大型クーラーボックス、店全体の冷房などに今も使い続けています。オゾン層問題が国際的に叫ばれた頃、遅まきながら日本も使ったフロンガスの回収を進めるようになりました。ところが、その時から今までずっと回収の実績はまるで伸びず、ほとんどが大気中に放出されて、フロンガスは大気中に拡散してしまっています。どうしてかと疑問に思うと思います。それをお知らせするのがこの回の講座です。皆さんはテレビや新聞やネットのニュースで地球温暖化を防止するためには二酸化炭素の削減が必要だということについては耳にしていると思います。でも、フロンの問題は遠い先を見ると実はずっと深刻なのです。確かに大気中の量は二酸化炭素よりはるかに少ない量で、そういうしかなりません。とはいえ、二酸化炭素は植物が持つ葉緑素が吸収してくれます。つまり昔から大自然のものなのです。ところがフロンガスは人間が勝手に新しく作ったガスなので、大自然には吸収する術がありません。つまり放出されたフロンは大気中にどんどん溜まり続けているのです。ちょっと話は変わりますが、私は慶應義塾大学で哲学を学び、博士号を取りました。その頃、慶応大学で戦時中から哲学を教え、その時は体感していたある先生のご自宅に伺ってよく話す機会がありました。その先生は物理に無造形のある学者で、ある時、面白い話をしてくれました。原子力の問題です。放射能は昔自然がウラン鉱物にして地中に埋め込んでくれたものを人間が取り出して解放してしまったんだよという話でした。その時はそうだなと思うだけでしたが、フロンガスの主な要素はフッ素で、これも自然界では鉱物なのです。気体として存在しません。それを人間が科学技術で気体、ガスにしてしまったのがフロンガスなんです。今度の福島原発の事故で、みんな原子力の放射能問題は嫌というほど体験しました。原子力が解放してしまった放射能は、人間が警戒して何としても止めなければならないのです。これは原子力を利用した人間の義務です。
同じことがフッ素をガスにしてしまって私たちに言えます。使ったなら無責任に自然界に捨てずにきちんと回収してフッ素を鉱物に戻さなければなりません。そうしないと大自然はどうにもならない熱気に包まれて、そのために地球上の命すべてが苦しむことになります。先ほど紹介した先生はとっくに亡くなりましたが、自然破壊については意気消沈気味に言っていました。人間は、あとは野となれ、山となれなんだよと。ストップローン全国連絡会はこの問題を放置する会ではありません。なんとか皆さんに呼びかけて、この問題に対処したいと思います。難しすぎてと敬遠したくなるかもしれません。一消費者にできることはいくらかお金がかかっても、また面倒でも、使ったクーラーなどは決まり通りにお店に来てもらう。店を指導するのはお国の役目だから、国に対しては自分たちはちゃんと渡したのだから、ガスの回収をちゃんと指導してほしいということはできるでしょう。でも、それがとても大事なのです。この回収問題のため、今日は皆さんに集まってもらいました。まずは回収の現場に立ってきた会員の現場の声を聞いて、日本の回収問題を考えてみたいと思います。国の制度問題を見ることになりますが、一消費者としても見えないところで何が起きているか、本当のことを知らないと国に対して何も言えません。ですから、一緒に聞いてほしいと思います。それに、日本の国は日本でやってきたことをアジアに向けて売り込もうとしています。実績のない回収方法がアジアに広がったら、日本にいる私たちはどうにもできなくなります。そういう意味では明日に回せない話なのです。皆さんにまずは野口さんを紹介します。滋賀県で家電店を営み、フロンガスの回収に長いこと尽力してきた人です。では、すみません、野口さん、回収の現場のことをちょっとお話ししていただきたいと思います。はい、おはようございます。私自身は、ちょうど1994年からかな、群馬で立ち上げられた石井先生はじめ他の皆さんの新聞記事を読んでからフロンガス問題に関心を持ち始めて、私が阪神・淡路大震災で、大オキシンの問題だとか、それから人愛の問題について報道されてましたが、フロンのことは全然報道されてなくて、仲間3人ほどで神戸の現場へ入りました。でそれ以来の、回収をやってきたわけなんですけれども、まだ、他の業界も回収業として全く始めてなかった頃からの活動です。そういう背景がありまして、フロンガス回収の現状の課題、今後どうあってほしいというようなことが参考になれば少しお話をさせていただきます。八木さん、私の許された時間は5分ぐらいですか？いえ、現場で実際に回収していて、こういうことがちょっと問題だなと思ったようなことがあれば、その辺のところを、特定の1つ、2つでいいんですが。はい。私の方の画面が消えてしまったんです。また桃井さん、後で教えてください。聞こえますか、私の声。聞こえてますし、見えてますよ。はい。実は私が回収を始めた頃は、今の R32、今、家電製品のエアコン、洗濯乾燥機なんかに使われている R32 という種類のフロンではなくて、R11 とか R12、かなりひどい温室効果ガスもあったフロンでしたから、それを主に回収してたんですけれども、
やはり現場においてほとんどの方がご存じなくって、フロンガス回収をするのは、なぜなんですかということを問われたときに、やはり必要性を説いて、今私たちがしなければならないというところから話が始まって、その話についてはすぐ理解していただけたんですけども、さて実際の回収作業の時に困ったことは、関心のある方、もうごくごく一部の方ですけれども、関心のある方は理解をしていただきましたけれども、もちろんその時は、我々は、無償でやっておりましたのでよかったんですけども、いざやっぱりこれは、ビジネスとして継続しなければならないということで、ビジネスとして出発しましたが、実際ビジネスで始めた時から今まで、理解のある業者さんとか、全く知らない人の方が業者さんであるときに、運転の差があることに気づきました。そして、やはりこの問題で一番にぶち当たったことは、とにかく今までの産業界にあって使ったものを回収して再利用するというような概念がほとんどと言っていいほどなかったということです。かなりの時間と作業量、そして作業を始めてボンベに回収した後、それを無害処理しなければなりません。その中でやはりそれだけの費用負担をしていただくということがユーザーさんに理解してもらうのに時間がかかりました。つい最近の例なんですけれども、私の悩んでいた問題が現実問題として浮かび上がってきました。それは業務用空調設備、一つは、老人介護施設の、空調機の入れ替え、もう一つは私が親しくしている、保育園での、やはりこれも20年経過した機器を全部入れ替える。そこで尋ねたことは、フロンガス回収について見積もりが出てるかどうか、それを尋ねたんですけども、ユーザーさんはほとんど理解されておりません。それでぜひ、次のことをお願いしました。一括の見積もりではなしに、フロンガス回収にまつわる費用、例えばガス種、時間、回収量、それを証明する書類の受領をお願いしております。まだ、これは全部できているわけではないんですけれども、フロン回収破壊法ができてからもう10年近くなるのかな。それでもなかなか、徹底されてないというところに問題が大きく立ちふさがっております。だから、この問題を解決するためには、私たちのその NPO が問題を浮かび上がらせて、業界、また、政府機関に働きかけることが大事ではないかなと思います。かいつまんで、飛ばしお話ししましたけれども、大体以上のような問題です。はい、わかりました。要するに回収をしなければならないということは、話をすれば一応分かってくれる方が多いと。ところが、それで、実際、フロン回収破壊法という法律が、2000年代に入ってすぐに出来上がったわけですけども、それがあってもなかなかそれが徹底して知らされていないということ、
またそのフロンを回収するのにはやっぱりどうしても費用がかかってしまうと、そこのところやなんかをきちんと理解してもらっていないということや、あるいはその回収に関わる人たちも非常によく分かって、熱心にしてくれるところもあれば、まあ、そんなことは気にしなくても放出しても別に特に構わないじゃないかと思ってしまうこともあると、いろんな問題を現場のね、回収のところでは問題になってるんだということですよね。回収がうまくいかないということの中に、実際回収しようとすれば当然そのガスを回収する機械が必要になってくるわけですけど、その機械にもいろいろあって、ちゃんとそのガスを回収できるものと、表面的に回収したふりをするというか、回収できてるみたいに見えるような回収の機械も、実際フロンガスというのは目に見えないわけですから、そうですね。また匂いもしないということになると、はためには回収しているのかどうかよくわからないと、機械だけ動いているということも実際に起こってしまうわけですね。その辺のちょっと回収の機械に関わるところは、藤田さんが詳しいので、藤田さんに、まず、分かるような簡単な説明をしてほしいなと思います。ちょっとよろしくお願いします。はい、藤田です。映ってます？はい、映ってますよ。今開いていただいた PDF の右上ですか。丸1で。いや、左見えますね。左上ですね。はい。初期充填量ということで、代表例なんですけれども、多くの冷凍空調機器っていうのが、だいたい液層が 80% ぐらい、で気層が 20% ぐらいの割合で、封入されています。気層というのはガスの状態ということですね。ガスの状態。溶解というのは油に溶け込んじゃったやつですね。はい。パッケージエアコンとか、ビルマルチと言われているものは、液層がかなり多くて、室外機の液層と気層の割合も含めないと全体が把握できないような感じになっています。で、冷蔵庫、特に冷蔵庫みたいに完全密閉の、冷凍設備であれば、継ぎ目がないために使用中の漏洩というのはほとんど発生しません。腐食等によって穴が開いた場合は、漏洩が発生する。で、ですから他の、室外機と室内機分かれて分離セパレートタイプのものについては、継ぎ手が必ずあるためにそこで、継ぎ手の性能の問題で、漏洩が発生してしまう。継ぎ手を性能のいいものに変えれば漏洩がなくなるんですけれども、実際には漏洩が発生してしまうということで、だんだんフロンが抜けてしまって充填が必要になったりします。で、それが使用中漏洩が発生して、今、気層と、気層が体積で 50%、50% ぐらいになった状態を示しています。で、業務用であると必ず、廃棄されるまでに、複数回、充填されるのが普通になります。そうですね、ありがとうございます。で、そうこうして、使用中漏洩をしながら、回収の現場に回ってくるんですけれども、その、回収の現場で、仮に気層が 50%、
液層が 50% あった場合に、どうなるかというと、その中身っていうのは、その下の段ですね、中間の段。これは、R134A の20度 C、20度 C として、基層と液層が50、50になったときに、溶石比率で 50%、50% になったときに、実際に入っている重量はどんなものかというのを計算上というかデータ上で算出したものです。で、基礎50%、体積の半分を占める基層には、フロンがどれだけあるかっていうと、2.6%。ここに、ある。で、今度は、液層、溶解層、液層を溶解層と書いているのは、冷凍気油とフロンが混ざって、完全に溶解しているために、溶解層という言い方をしています。で、その溶解層の中身を見ると、約 82.4% がフロン。で、残りの 15% が、潤滑油ということで、かなりの、冷凍気油が入っています。で、その冷凍気油の、除いた比率で見ると、大体、フロンの 97% が液層に存在している。で、3% が基層に存在している。で、特に私が、冷凍空調業者であって回収したフロンを使いたいと思ったら、このガス回収方式、混合冷媒は NG って書いてありますけれども、時間があればこれも説明いたしますけれども、このガス回収方式ってこの 50% の基礎のフロンを対象にしてるんですけれども、実際には、そうですね、外部からの熱侵入量によって多少気化します。で、そのために、ここの書かれている 3% 以上の回収は当然できますけれども、限界がある。で、そこで、そこのフロンは安全なものとして回収するためには、どうしても大気圧までしか回収しない方がいい。で、不圧になってしまうと空気を吸い込んだり、空気中の水分を、回収してしまって、コンタミを起こしてしまう。で、そのために、大気圧までという限定がつきます。で、例えば20リッターのフロンのボンベっていうのは、かなり大きいです。で、直径が35センチぐらい、高さが60センチぐらい。人間がちょっと持ち上げるためには総重量50キロにもなるので、そのようなフロン容器の中に、全てガスが入っていたとしても、たかが20数リッターしか入っていません。で、普通のフロン回収機に使われているコンプレッサーっていうのは、ワット数によっても違うんですけれども、毎分18リッターとか、大きなものですと38リッター、1分間にですね。そのような回収機、コンプレッサーで回収するとすぐ基礎ってなくなってしまう。で、なくなってしまう基礎に対してその大きなコンプレッサーを必要としないので、ガス回収機っていうのは基本的に小さいものが多い。で、であとこの、混合冷媒は NG って書いてあるのは、基本的に、そうですね、混合冷媒っていうのは、点の違う冷媒を組み合わせてますので、わかります。いろんな種類の
ものが入ってしまってる。そうですね。はい。だから、単純に一つの種類のガスだったら、取り出すことが、まあ、はい。そのあの種類だけ考えればいいですからね。ははい。液層から回収すると、ガスの選択は行われなくて全部回収できるんですけれども、気層から回収すると、蒸気圧が高いフロンだけがどんどん気化する。うん。回収するたびに、気層の組成がだんだん変わっていくということがありまして、圧力が高いフロンを先に回収してしまうために、容器にそれ以上低い圧力のものを入れることがすぐできなくなってしまうと。要は、押しても押しても入らない状態ができてしまうということで回収できない。で、あともう一方使われているのはこのガス化回収機。ガス化回収機はどこで今使われているかというと、家電のリサイクルプラントで、すべての家電リサイクルプラントはこの回収方式です。基本的に液素を全部回収してしまうんで、理論上は 100% 回収できるんですけれども、実際には、冷凍空調機器の凹凸等がありますので、そういうポケット部分のものはどうしても回収できないという部分があって、なかなか回収できないのが1点と、回収率が家電リサイクル法、見かけ上非常に高いんですね、95% とか。で、その高いために、実は 100% まで持っていけるんですけれども、そこまで持っていかなくてもいいということで、回収を阻害している要因があります。回収を阻害している要因も、後で時間があればお話ししますけれども。あまりこう細かいところまではちょっとね、すみません。言わなくても、はい。いずれにしろこうガス化回収方式というのは、要するに液体の中入っちゃったものも全部取り出せるというやり方だということですよね。はい。で、このガス化回収方式でも、回収しにくいものっていうのがこの下のラインになります。冷蔵庫、カーエアコン、この辺はですね、自販機もそうなんですけれども、メンテナンスをできるだけしなくていいように、非常に冷凍機油が多いんですね。例えば、冷蔵庫、イソブタン冷蔵庫なんですけれども、ちょっとメーカー名は申し上げられませんけれども、冷凍機油が 200g で、イソブタンの冷媒が 50g、実に、4倍、冷媒の4倍も冷凍機油が入っているというのが冷蔵庫の実態ですね。で、カークーラーも同じです。これらは比較的、低温を必要としないんですね。冷蔵庫ですと、マイナス18度ぐらい。で、カーエアコンであれば、マイナス、0度近い冷風が作れれば十分。そのために、性能の左右するのが、冷凍機によって機械的な摩擦を減らすことが性能をアップすることになるということで、冷凍機が非常に多いんですけれども、そうすると、なかなか蒸気圧が低いために回収できない。で、そのために、冷蔵庫だと逆さまにするとか、そういうことをしないとできないんですね。回収ができない。で、自動車の場合はなかなか逆さまにできないので、回収率もなかなか上がらないというのが、ガス化回収機にとっても、結構難敵になります。機械自体の中の圧力が十分だったら取り出しやすいけど、あまり低くなっちゃうと、特に冬場なんからそういうこと低とですね。くなってしまう。で、実際に、
冷蔵庫の中の冷媒は不圧領域でも回ってますね。はいもう完全密閉なので空気が入ってくる心配がないから、不圧で回している。で、それは逆に言うと、もう普通は回収ほとんど、回収が50%とか60%しかできないような状態ですね。そのために、配下電プラントでは、一番水を抜くように一番下にパイプ、接続された配下が一番下に来るような位置にひっくり返してそこから回収するというようなことをしています。はい、油やなんかからも回収できるような機械でも、いろんな条件があって、なかなか十分な性能を発揮できないということになると、やっぱり当然、フロンガス自体を使ってるということが、結局は問題になってきてしまうということですよね。特に肝エアコンの場合はそうですね。冷蔵庫の場合は、機器を反転、あるいはコンプレッサーだけ切り出して反転させてますから、今は回収できてますけれども、反転できないカークーラーなどは、どうしても回収率が上がらないというはい、問題があります。わかりました。いろんな機械の条件が出てきてしまうということが、そうですね。で、あともう一説明されてるんです点、ね。はい。今年の春、山梨で、回収作業者の方が、亡くなってます。それ自己責任ということで、あまり大きな問題にならなかったんですけれども、回収機で余分な圧力をかけてしまって、セパレーターか何かが破裂して人が亡くなってるんですけれども、そういった回収方式っていうのが、この、中間の、図の左、上ですかね、吹き出しがついたとか、危険で違法でもある、プッシュプル方式とか、真空容器をそのまま機器に接続して回収する。で、真空容器でそのまま回収してしまうと、当然過充点になりますから、気温の変化で容器が爆発したりする。で、今、このガス化回収方式で、業務用の領域に最近出荷されてます。私、中島自動車電装という回収機メーカーの一つ、勤務してまして、その辺の事情もわかるんですけれども、実はこのプッシュプルとか容器で真空で引いたフロもたくさんあって、再利用もできなければ破壊もできない。ということで、生成プラントに持っていくために大きなボンベに詰め替えたいということで、回収機の需要が起きています。だから、現場で液ごと回収して、それは破壊もできないし、再利用もできないんで、もう一回生成しなきゃいけないっていうために、また回収機が必要になっているという、ちょっとおかしな、矛盾した現象も最近増えています。なぜその回収できないかということで、ここで、右側に、ガス回収機で、左側に、ガス化回収機を、図を入れました。それでその中でエネルギー的に、どのような工程でどのぐらいのエネルギーが必要かということで、丸1から丸3まで、フロンの、ガス化回収っていうのは、冷凍空調の全く逆です。で、冷凍空調の場合は、熱を移動するわけですけれども、その熱の、移動のためにどれだけ電気を食うか。で、電気の量よりも、移動した熱量が大きければ、それは成績係数として2とか3とか5。温度差が少ないときは、やっぱり6とか10、6から10近くなります。
で、その温度差が一番少ないところで、いつかあった、ルームエアコンの実規格偽装も全くこれと同じことをやってるんですけれども、えーえー最低の電力で、最大の、フロンの総変化を起こすというようなところで、一番か冷凍機器の効率が決まってきます。で、回収も同じでして、コンプレッサーは気化したもの、結局コンプレッサーの吸入側の圧力が、そのまま回収速度、回収量になります。ですから、それをエネルギー的に、見てみると、気化工程に必要なのがエネルギーの 90%、丸1ですね。で、2番目に圧縮工程に必要なのが、ここでは、9% ですね、丸2。それから、液化工程、これは空気で冷やすだけなので、非常にエネルギーが必要いたしません。それは、1%。そうすると、一番、難しいというか困難なのが気化工程なんですね。で、その気化工程がないと、当然その、圧縮するものがなくなってしまうために、回収の速度は極端に落ちてしまうということで、下の方にグラフにしました。で、この、コンプレッサーの吸入圧力っていう圧力が、速度ですから、その、速度を時間で積分したものが回収量、赤い面積になります。回収量。で、駅が多ければ多いほど、左のこの高い面積が続きます。で、この、駅が少ないものであれば、だんだんこの、右側の、ガス回収機の回収に近くなります。ですから、家電製品とか、比較的小さいものっていうのは駅の量それほど多くないんですね。で、ところが業務用ですと、駅の量が、大きいものですと50キロ、60キロぐらいになります。で、家庭用のものであれば非常に量が少ない。で、家電リサイクルプラントですと、大体ルームエアコンだと、6台とか7台、いっぺんに回収してます。で、それでもやっぱり15分ぐらいで終わってしまうんですけれども、回収を科学的に考えるんであれば、このような方法が普及されているということが言えるかと思います。はい。とにかくその機械の中をうまく気圧を上げて、圧縮して、その、高い気圧からね、抜き出してくるっていうことが、必要だっていうことですそうですね、気化をさせる工程が必要だということです。回収する対象に気化装置をくっつけることは不可能なので、全量回収機に取り込んで、そこで、効率よく気化させれば高い回収率が得られるということになります。ただ、この回収方式もですね、フロンと冷凍機が非常に相性がいいために、分離が結構難しいです。で、その、必要な要求レベルっていうものが明確にされないと、うまい、再利用とか、破壊とかっていうのも本当はうまくいかない。そこが曖昧にしてしまうと、なかなか
その線引きをする人がなかなかいなくなってしまうかなという気がします。フロンガスの回収というのは、いろんな問題を含んでいて、それをきちんと合理的に整理しないと、非常になんか無駄なことをしてしまうと。そうですね。非常に無駄なことを多いと思います。というのは、このガス化回収方式というのは、非常に性能が、高効率で回収できるために、回収機の台数がいらないんですね。多分数千台しかで日本で動いてない。家電製品協会が1994年から、家電リサイクル法ができる2001年まで、全国の自治体に回収機を、寄贈したわけですけれども、その自治体に迷惑をかけるということで、その中でこの、横浜とか各地でいろいろコンペとかをいろいろやりまして、多分1998年とか97年ぐらいからはすべての自治体に行っている回収機はこのガス化回収機に変わっています。で、その時の台数っていうのがやはり1000台ぐらい、もう少し多いかもしれないですね。でその後自治体から家電リサイクル法が家電リサイクル法ができて、自治体で廃家電の処理ガスフロン回収しなくなったときに、結構民間にこのガス化回収機が譲り渡されていて、結構民間から問い合わせが来てます。でその型番から追うと自治体に寄贈されたものが今でも、産廃業者さんで今でも使われているというのはかなりあります。でそうこうしてみると本当に回収できる回収機であれば、そんなに台数いらないのかなという感じは持っています。でこの普通のガス回収機が、累計で数十万台売れてるっていうのは、ちょっと、専門的にいろいろと見てみると、いろんな問題がちゃんと考えて、政治の国の方でも業者さんがいい回収機を使って回収していくように、指導していればある程度のことはできるということですね。難しさとすると分母が決まらないっていうのが非常にその分母が決まらないっていう意味がもう少し他の方の話を聞いて、整理したいなと思います。すみません。細かいところまで、ありがとうございました。ですみません、西園さん、この分母が決まらないっていうことで、なかなか回収がきちんと進んでないんだというのが、藤田さんの、機械自体がね、問題があったことに関しては、藤田さんの説明で分かったのですが。分母の問題っていうのはあんまりここで議論してもね前に進まないかなと思うんですが、ごく大雑把に言うと結局機械の中にもともと入ってる量というのが、藤田さんのちょっともう一回共有しましょうか。最初の図の方がいいですね。ちょっとこれを共有してみましょう。ここで使用中の漏洩があると、ここで比率が変わってますけれども、また再び補充するわけですよね。で結局そうすると最終的にその回収する時点で、どれだけその
その中にフロンが残ってるかということが、決まらないということが一つの理由なんですけれども、ただそれはそれとしてね、ちょっとまた整理はしたいと思いますけれども、やっぱり今日の藤田さんの話で非常に重要なのはこの部分だと思うんですね。先ほど説明があった気化工程に実は 90% のエネルギーがいるんだということは、きちんと回収するためにはこのエネルギーをどっかで与えない限りは回収できないので、それを回収機の中に組み込んだものがガス化回収機ということになります。でこれを外部から例えばその機械の一部、気化器のようなところは割とこう薄いですからね、そういうところで熱を温めてみたりとかですね、多分業者の方はいろいろ工夫してる、工夫してると言っていいのかどうか分かりませんが、試してみてると思うんですけれども、そうするとやり方によってはここにあるように危険な方法になってしまったりね、つまり外から、別のものを押し込んだりとかですね、あるいはこの溶けている、フロンだけ気化させないで、冷媒と油ごと回収して後でまたさっきの藤田さんの話にあったように、分離しなければならなくなってしまったりとか、ですから最初からこのやっぱり気化のエネルギーをきちんと回収の時に与えるということが実は必要なんだけれども、その部分が現状では行われてないで、この右側のね、取れる分のそのガスの分だけ取っておしまいにするということが、現実には行われていると。だからその結果、もちろん分母ははるかに大きいわけですから、回収率としては多分今のその国の分母をね推定するやり方でやっても30何%という回収率なんですよね。それが、分母がいくつかということはちょっと置いとくとしても、ね、もっと回収率をきちんと、原理的に上げるためにはこの気化を、させるというガス化回収という方法がやっぱり合理的なんだというのが今日のポイントかなというふうに思っております。はい、私の方から以上です。はい、ありがとうございました。で、野口さんの方と、実際にいろんな努力をされてきてるわけですが、回収機を、どんな回収機を選ぶかとか、そういうことに関して、野口さんのように、実際に回収しようときちんとしようとする人間が機械を選ぶときにどういうことが分からなくて困るっていうことが起こるかってあたりをちょっとお聞きしておきたいんですけど。聞こえてますでしょうか。はい。今の藤田さんと西野さんのお話を聞きながらね、ある、回収してる時のシーンを思い出しました。その場所はね、東映の渦政撮影所、ここで、その機械を解体するときにですね、中のフロンを抜いてたんです。で、季節は雪が降る冬場でした。で、温めようと思っても、そんな大きな機械をね、温める方法がなかった。そうですね、1時間、2時間ぐらいかけてたかな。そしたら解体業者さんも、そんな時間かけんと適当にせえやという、これは気持ち的には分かるんですけれども、温度が低ければ低いほど、液体も含めてフロンガスの回収の難しさというのが理解できたのと、もう一つは夏の時期、これは京都有名な大学ですけれども、ここでも、ガス回収をするとき、今度は熱の問題で困ったんです。皆さんご承知だと思いますけれども、コンプレッサーで圧力を上げれば上げるほど、貯留させるボンベが熱くなっていくんですね。そうすると熱くなるということは、ボンベ内の圧力が高くなるということですから、時間がかかる。そこである方法を考えましてね、これは素人の方でも
なるほどと分かっていただけると思うんですけども、大きなゴミバケツをちょっと想像してほしいんです。いわゆる20キロボンベ、大体そうですね、高さが60センチ、直径が30センチほどの、いわゆる、LP ガスのようなボンベですね。これを水の張ったそのポリバケツの中に入れて、で、長い長いホースを、引っ張ってきて、それを冷やしながら回収した記憶があります。それほど今、藤田さんが詳しく説明いただいたような背景が回収現場ではあったということを、理解していただけるのじゃないかな。だけどそこまで実際のところ回収する気のある業者さんあると思うんですけどね、機械の今ほどガス化回収方式と、気化方式のね、それすら知らない業者さんの方が多いに違うかな。だからここら辺をね、やっぱり、冷凍空調工業会ですか、この業界の方がね、パフォーマンスでやったということだけじゃなしによく理解した上で、私から言わせれば、技術講習会で金取るだけじゃなしにね、本当のことを理解してほしいなということが私の実感ですね。はい、ありがとうございました。ちょっといいですか、私の方が今の野口さんの話で。今のお話はね、実はフロンというのは、我々のそのエアコンとか、冷凍空調、冷凍に使われているというのは、その熱を運ぶ能力が高いからですよね。で、その野口さんが今おっしゃったことは、つまりガスで回収したものをボンベに詰めるときに、液化しているわけですよね、圧力をかけて。でその結果、それで起こっていることは、実はエアコンの中で熱を作り出しているのと全く同じことが起こっているので、ボンベはどんどん熱くなっちゃうんですね。つまり部屋を温める熱が結局ボンベが同じように温まってしまうわけですよね。そうですね。ガスを液にするときにね。そうするとボンベ自体を冷やさなきゃいけないっていうことで、多分これは回収に関わっている業者さんは多分皆さん知ってていろいろ冷やす方法を考えていると思うんですけれども、それにしてもそれはガス化回収機であってもガス回収機であってもそれはその部分は同じことなんですけれども、結局その前にそもそもね、フロンを集めるためには一回ガス化させないとならないので、今度はそこの熱の部分が必要ということになるとね、の熱の出入りのことを、我々がエアコンに使っているフロンの性質を考えれば、当たり前なんだけども、やっぱり回収に関わる人もちゃんと理解しなきゃいけないよねっていうことなんだろうと思います。で、現実には今行われているのは、野口さんと藤田さんが現場のお話として整理してくださいましたけれども、ガス回収機、つまりガス化しないでガス回収機を使って回収できる分だけのその、上積みのフロンだけを回収しているという現場が、特に業務用の場合にはほとんどであるということが、今の最大の問題なんだろうなというふうに思います。はい、以上です。はい、ありがとうございました。今日のいろんなお話で、僕の方でも回収問題っていうのが非常に詳しく、分かったような気がします。今日はこの回は一応こういう回収問題がこういうふうに見えてきているというところで、目的は一応今回の目的は達成されたと思います。皆さん本当にありがとうございました。もうそろそろ時間ですので終わりたいと思います。ありがとうございました。